こんにちは、いくです。今回はなんと以前から愛用しているエントロピーっていう韓国のブランドにお得なイベントを用意していただきました。今流行ってるチャーム系のティントで、色はもちろんパッケージもめっちゃ可愛くて本当におすすめできるリップになってます。今回こちらのティントをほぼ1本の価格で2本ゲットできるイベントをご用意いただいて、前ねショート動画とかでも紹介してたんですけど、もともとこのエントロピーっていうブランドはカラコンで知ったのがきっかけで、カラコンのデザインとかも他にはない感じで、それからずっと注目してたブランドなんですけど、もうリップも本当に可愛くて、私結構くすみ系のカラーが好きなんですけど、ちゃんとくすんだ色を用意してくださってる感じで、こういう色とかが好きな方にはぜひ見ていただきたいです。こうね、チャームになってるのでこんな感じでカバンにつけて持ち歩くのも可愛いです。手持ちの11色をレビューしていくので、見ながらどの2色にしようかなって吟味していただけたらなと思います。イベントの詳細はまた最後にお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。ツヤタイプとマットタイプがあって、ツヤマットの順に紹介しようと思うんですけど、例えばこちらのベリルチャームだと C94099C っていう型番が2種類ついてて、でどっちの型番順で紹介しようかなと思ったんですけど、リップ原品に書いてある品番は 4099C の方なので、長い方の品番で見て5回順に紹介しようと思います。今このリップセラムが塗ってある状態で、あんまりベタベタしなくってちょっとスースーするプランプ効果があります。でも痛いほどじゃないので、苦手な方でも使いやすいマイルドなタイプです。しっとり保湿してくれて好きな使い心地。ジャビン・デュソールのリッププライマーで唇の色を消していきたいなと思います。492C の C5 アンバーチャーム、クラシックとヴィンテージが調和した深みのあるムルムルレッド。かわいいね。一番最初からめっちゃかわいいんだけど、確かにヴィンテージっぽい感じで深みのあるレッドです。めっちゃかわいい。ちなみにこれティントなんですけど、そんなに効果は強くなくて、どっちかっていうとグロスに持ちを良くしたみたいなイメージで、色もパッケージも可愛いから全然 OK です。次が 2340C のルビーチャーム、温かなぬくもりが唇にひとしずく、ニュートラルルビーピンク。さっきとは全然違う。確かにニュートラルルビーピンクって書いてあるから、こういうベビーっぽいピンクあんまり得意じゃないけど、ピンクの下地とかのせたら全然いけそうな感じがする。次が 2341C C1 オパールチャーム、落ち着きがありながらも柔らかく染まるカラー、ピオニーピンク。さっきのカラーをもうちょっとベージュ寄りにした感じのヌーディーリップです。これも可愛いね。最初の色に比べたら明るめではあるんだけど、明るすぎない感じが私にとっては使いやすいです。 4099C C9 ベリルチャーム、くすみローズにグレイッシュなニュアンスをプラス、グレイッシュロージーピンク。おっしゃる通りの色で、見てください、このくすみ感。ショーツのリップコンボで紹介した時は下にもうちょっとしっかりリップライナーが足されてたのと一度塗りだったから、もうちょっと明るい感じに見えたと思うんですけど、しっかり塗ったらほんとしっかりくすんでくれる、本当に素晴らしい色です。今日のメイクとも合うし。次が 7522C C2 ウォーターローズチャーム、水彩のように透けるカラー、ヌーディーローズ。さっきよりもさらにヌーディーになるってこと。
れだね、さらにピンク味が減ってベージュ系になった感じ。 2304C、2341C、7522C ってどんどんピンク系のヌーディーカラーからベージュ系に移っている感じです。ピンク系よりもベージュ系のヌーディーカラーが好きだよっていう人はこの 7522C がいいかも。ここから一気にねくすんでくるはず。次が 7526C、C7 スピネルチャーム。ほのかに広がるプラムの香りのようにミュートブリックブラウン。私これ大好きなんですよね。かわいすぎ。まずミュートって単語が入ってる時点でもう私に刺さってるんですけど、絶妙なココアブラウン。赤みがバンって出る感じじゃなくって本当ミュートって感じでくすみつつ、でも全く赤みゼロっていう感じでもなく、ココアムースみたいな絶妙な色が本当に好き。ありがとうございますという感じの、これはもうあれですよある程度深みと濃さがあるので、普段のメイクで一色でもうめっちゃ決まるっていう感じ。本当に好きです。 7603C、C8 スモーキークォーツチャーム。スモーキーなウイスキーの香りが深く広がるディープモカブラウン。これもめっちゃかわいい。7603C もすごく好きで、ブラウンリップには珍しい赤みをこう全然感じないくすんだ感じがすごく可愛くってお気に入りです。ココアっていうよりもコーヒーっぽい感じでクールな雰囲気になるブラウンリップです。次マットに行きます。もうエントロピーのマットリップもすごく質感が良くて、縦じわとか目立ちにくくて乾燥しづらい感じなので、 4052C、G1 クォーツジェム。ほのかな春風に似たサーモンピンク。お名前ぴったり、説明の通りの軽やかなサーモンピンクです。かわいいね。ベースリップとしても良さそう。チークとかにも使えそうですよね。質感もふわふわだし、ふわっとした感じでマットだけどガサガサした感じではないです。次が 4053C、G3 ピーチストーンジェム。砂浜が日差しに反射したようなソフトベージュ。これもベースにいけるカラーですね。今までつけた中で一番オレンジっぽい色を感じます。でもビビッドなオレンジではなくて、こうちょっとやっぱり若干のくすみは入っていて、かわいいね。オレンジ系のヌーディーベージュって感じ。でも公式画像よりは私の唇にのせた時はもうちょっとオレンジっぽい感じがします。あと3つ 7523C、G5 トパーズジェム。そっと染み込んだバラの花のように優雅なバーガンディーローズ。バーガンディとかローズとか嫌いなわけがないんですよね。これもかわいい。モーブローズ系好きな方に刺さりそうな色です。かわいい。なんか本当にどれもなかなかない感じの色で、ちょっとしたくすみ具合が次が 7607C、G2 コーラルジェム。夕暮れ時の落ち着いた夕焼けを思い出すニュートラルコーラル。これコーラル系ですね。さっきの 4053C から黄身をちょっと引いて温かみを足したような感じ。夕暮れのって言ってるのも分かる感じの色味です。ニュートラルコーラルっておっしゃってる通り、めっちゃどっちかにすごく偏ってるような感じじゃなくて使いやすそうなコーラルです。最後の1色は 7610C、
G4 ガーネットジェム濃いキャメル川の高級感ディープヌーディーブラウン。これも本当にいい色なんです。へえ、本当に良すぎてかわいい。これも赤みの少ないブラウンでココアっぽい感じ。最近流行りのモカムースメイクの茶色に若干くすんだモーブっぽさを与えたような、そういう色なんですけど、可愛くないですか？本当に理想的なブラウンっていう感じのお色です。比較するとこんな感じです。どの色も可愛いんですけど、今の個人的推しは 7526C のスピヌルとの 7610C のガーネットです。どっちも赤みの強くないココアっぽい色で、最近のくすみ感が好きな気分にぴったりの2色です。ティッシュオフしてみます。こんな感じ。はい、今回はチャームティントのツヤとマットタイプレビューしてきたんですけど、お好きな色ありましたでしょうか？最初にお伝えした通り 1+1 のイベントをやるので、ほぼ1本の価格で2本ゲットしていただけます。ツヤとマット両方からお選びいただけるんですけど、ティントとティントだと 49% オフで、ティントにリップセラムを選択すると 46% オフになるそうですもうめっちゃ可愛いので、この機会に2色選んでいただくのもありだし、推しの1色があればもうリップセラムなんていくら持っててもいいので、リップセラムと一緒にセットにするのもありですし、もうお好きな方法で考えていただけたらなと思います。5月の15日木曜日から18日の日曜日まで限定開催する予定ですので、概要欄にリンクを貼っておいたんですが、15日から18日の間だけ割引が適用されるようになってますので、チェックしてみてください。よかったらそれまでにどの色にしようかなって吟味していただけたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。ご参考になったよという方は、いいねやチャンネル登録、コメントで応援いただけると喜びます。またねー。